アイスボーンで初登場した、イテサス・レイギエナ。渡りのイテ地に適応したとされる特殊個体だが、ストーリーに大きく関わる割にはその経緯が不明であり、どうしてそうなったのか、が作中で語られない。なぜ、このような特殊個体が生まれたのだろうか。現実に存在するある生物の例から、ここに、一つの仮説を立ててみる。それは、シルバーバック説、である。現実のゴリラのオスは成熟すると背中が白くなり、シルバーバック、と呼ばれるようになる。シルバーバックは群れを率いる存在でもあり、自身の群れを危険から守ることはもちろん、群れのために戦うこともある。レイギエナは、これと同じ生態を持つモンスターなのではないかと考えた。この説を裏付ける現象はいくつか存在する。渡りのイテ地に渡ってきたレイギエナは多数存在し、その証拠に複数のレイギエナが渡りのイテ地に背景として描かれているが、イテサス・レイギエナは背景には存在しない。また現状、イテサス・レイギエナが複数存在するクエストは一切なく、必ず一頭しか現れない。いくらイテサス・レイギエナが渡りのイテ地に適応した得意な存在だとはいえ、1個体だけというのはおかしい話ではないだろうか。なぜ、ここまでイテサス・レイギエナの個体数が少ないのか。この存在が、ゴリラにおけるシルバーバックのようなものなのではないか、と考えれば納得がいく。イテサス・レイギエナは、つまりドスジャギーのように、群れのリーダーなのではないかということだ。イテサス・レイギエナが通常種と体色が異なる理由。それは年齢を重ねた証ではないだろうか。そう、先ほどの例のシルバーバックも、年齢を重ね、成熟した個体に現れる特徴なのである。一つの例として、ガムートの二つな個体である銀レイガムートは、老齢の個体であることが判明しており、背中の体毛は白色になっている。このように、年齢を重ねた個体の体色が変化するという現象は、モンハン世界でも十分にあり得るのだ。モンスターの性質が変化していることについても、年齢を重ねているからこそ、生き残るための経験が豊富になったためではないか。つまり、イテサス・レイギエナは、年の功のおかげで、いち早く環境に適応できた、のではないかと考えることもできる。また、英語名であるシュリーキングは、甲高い声や叫びなどを意味する単語であり、日本名とは違って鳴き声に注目した名前となっている。なぜ、英名が鳴き声に由来していたのだろうか。もし、この、群れのリーダーという仮説から、群れの統率を取るために鳴き声を多用していたと考えるなら、鳴き声に関係した名前になっていたことも納得できる。さらに、ストーリー中では、レイギエナよりも先にイテサス・レイギエナが襲いかかってくる。この部分においても、現実のシルバーバックが群れを守るために率先して外敵と戦う、という部分と共通していると考えられる。このことからも、イテサス・レイギエナが群れのリーダーである、という説の信憑性は大きく高まると言えるだろう。以上のことから、イテサス・レイギエナの正体は群れを率いるリーダーではないか、と推測する。あくまでこれは一つの考察であり、必ず合っているわけではないことをご了承願いたい。皆さんはどう思っただろうか。コメント欄で教えてくれれば幸いだ。それでは、ご視聴ありがとうございました。